대한민국 대표 창작 뮤지컬 그날들 10주년 기념 공연 7월 12일부터 예술의 전당 오페라 극장에서 공연됩니다. こんにちは、ノリスプロリンです。今日はね、ミュージカルあの日々に行く予習をしてみましょう。なんせね、韓国語がね、ほぼわからないんで予習が必要です。予習しておくとね、ストーリー展開とか、あとキャストの気持ちとかがね、こう言葉がわからなくてもなんとなく予想つきますからね。あの日々について以前別の動画で簡単なストーリーと、あとインタビューとか、あとエピソードなんかの、内容の紹介をさせていただいておりますので、その動画の URL もこちらの説明欄につけておりますので、そちらもぜひご覧ください。今日はね、内容重視で紹介していきます。1幕と2幕に分けて2回で紹介させていただきますね。いろんな方のね、ブログとかね、ウィキペディアなんかを参考にしてまとめてみたんですけど、誤ってるところがあったらすみません。なんかネットとかいろいろ見て、ちょっと耳の島になった感じの、なんかこう経験のない女子高生のくせになんか知ったかぶりするっていうような感じで思ってくださったら嬉しいです。見たこともない、あの日々を私なりにこう理解した内容を紹介したいと思います。私の妄想劇だと思って聞いてくだされば嬉しいです。このミュージカルはね、1992年の出来事と、あと2012年の出来事がね、交錯して表現されます。で、第1幕は2012年チョンワデで、チョンワデって先に言ってきますけど、チョンワデって韓国でいうホワイトハウスみたいなところですね。韓中修好20周年記念音楽会を準備している警護部長のジョンハクのもとに、大統領の娘の花と随行警備員のデシクが消えたっていうね、ことが伝えられることから始まります。以前のミュージカルでは2012年のジョンハクはメガネをかけてるので、それで2012年か1992年かを見分けることができたそうです。このシーンでまるで20年前にムヨンと彼女が消えたあの日をジョンハクに思い出させるんですね。そして話は1992年に戻ります。ここで若い頃のジョンハクとチチャンフさんが演じるムヨンが登場します。ムキムキの男子の市内の立ち回りがあったりとか、訓練場での厳しい風景をすごく迫力のある演出で見せてくれます。射撃の名手であるジョンハクと、天才肌で何にでも秀でてる、余裕となんかウィットもね兼ね備えてる、自由人のムヨンが警備学校の同期なんですね。優秀なこの2人は、ライバルでもあり親友として成長していくんですが、ムヨンは首席で、ジョンハクは次席で警備学校を卒業します。そしてこの2人に下された初めての任務は、身元がわからない彼女を警護することなんです。ここら辺の場面はね、おどけたシーンが多くてすごい面白いらしくって、ここで流れてくるノブキッピ千賀カジマ、そんな深く考えないでっていう歌があるんです。これなんですけど、ムヨンがね口癖のように言っていたこの言葉がね、この物語のキーになっていくそうです。YouTube でもよく見かけるんですけど、図書館で楽譜が描かれた彼女のノートを発見して、でノートを見ようとするムヨンと、それを阻止しようとするジョンハクのね、なんかコミカルなね演技のシーン見かけると思うんですけど、これなんか練習風景で私も見たことがあるような気がします。でここら辺からジョンハクとムヨンにとって彼女がね少しずつね気になる存在になっていきます。そしてまた2012年に戻ってきます。大統領の娘の花とジョンハクの娘のスジがねジョンハクの娘だっていうことはね、花が付き合いづらくならないように花には内緒にしています。
で筋はね全くねいろんなこと気にしてないんですけど、花はね常にねこう警備とか監視されてるのでね、クラスメイトからねこう煙たがられてるんですよね。そんなある日、図書室で花が20年前のノートを見つけて興味を持つんですが、師匠とこう揉めてこう貸してもらえないんですね、そのノートで。これはねなんかきっとね関係のある重要なノートなんでしょうね。このノートもキーになってきます。そしてまた1992年、彼女の部屋からね悲鳴が聞こえるんです。びっくりしてね彼女の元に駆けつける2人でするとね、彼女がね窓から落ちかけてるんですよ。助けてみたいな、もう自殺しようとしてるのかとねこうね勘違いして助ける2人なんですけど、実はね窓から見えてた映画をねこう見たかっただけだったということで、この頃からねこの3人のねそれぞれのね思いがね少しずつ強くなっていきます。どういう方向にね動いていくんでしょうかね。なんやかんやしていくうちにこう途中で眠くなってうとうとしてしまう彼女、こううとうとこうしてしまうんですね。でそこでなんとかこう肩を貸そうとしていろんな体勢になるコミカルなジョンハクがねいるんですが、結局右隣のミヨンの肩にもたれかかって彼女は寝てしまうんですね。なんだかそういうところもコミカルで、2人のなんだかこの恋心というかそんな気持ちが現れる場面ではないでしょうか。そしてなんだか切ない気持ちを胸にジョンハクはキッチンに水を取りに行きます。で一方キッチンではね料理長と仲間たちがこう宴会中なんですけど、そこにジョンハクがやってきてジョンハクとこう師匠をくっつけようとするんですね。そして何かの弾みに2人はキスをしてしまうんですね。なんだかねそこは抜けてきたものの、なんだか微妙な気持ちで彼女とムヨンの元へジョンハクは戻るんですけど、そこではなんとそこで横たわる2人の姿を見てしまうんですね。なんか後でねこれ出てくるんですが、たまたま偶然の場面だったみたいなんですけど、ちょっと勘違いしちゃうんですね。そして2012年バイオリンのねコンクールに筋と花が出てたんですけど、その結果が発表されて、結果が出来レースだったっていうのでね、みんなにこう陰口を言われる花なんですけど、本当は優勝だったかもしれないって思う筋はねショックでねこう飛び出していってしまうんですね。で泣きじゃくる花の孤独を知るテシクはなんとか慰めようとするんですけど、うまくはいきません。そして1992年もう行ったり来たりするんですね。ジョンハクとムヨンはこう喫煙所で彼女の正体がね、韓国と中国の重要な交渉に関わった通訳だったということを耳にするんですね。そして口封じのために監視されていて、この先抹殺される運命だと聞いてしまうんですね。そして一幕の終わりが始まります。1992年のあの日、ムヨンは図書館に隠れている彼女を発見するんですね。かたや2012年のあの日に筋の交通事故の知らせをクラスメートから聞かされた花は家出を決心するんですね。それを追って図書館へ来たデシク。こうしてこのねムヨンと彼女、花とデシク、この4人の男女が20年の間を置いて図書館に集まってくる。何者かの気配を感じた4人の男女が図書館の窓を飛び出していくんですね。そこに花とデシクの痕跡を追って図書館に来たジョンハクと警備員たちが現れます。そしてジョンハクは花が借りようとして置いていった楽譜集を発見するんですね。これさっきのノートですよね。この楽譜の中に残されたムヨンと彼女の痕跡を見つけたジョンハクは過去の記憶を思い出します。20年前の逃げるムヨンと彼女、現在の花とデシクの姿が重なり、一発の銃声と就航を祝う
最後の花見が炸裂する。ここで1幕が終了します。もうどうなるんでしょうね。もう1幕いかがでしたか？わかりましたか？私は自分は分かってるような気分になってるんで、そのままお話しさせていただいたんですが、もう次ね、2幕どうなるのかお楽しみに。以前はね、第1幕75分、第2幕は75分の2部構成で、その間に20分の休憩を挟んで上演されたそうです。今回もそうなのかな？それでは今日のコメント紹介します。ちえこさんからです。いつも楽しく拝見しています。ありがとうございます。ちちゃおくさんのあの日々の8月の出演日が分かれば教えていただけませんか？7月はいっぱいなのでといただきました。多分まだね発表されてないと思うんで、発表され次第こちらのコミュニティで紹介したいと思います。最後に特定映像もあるのでお楽しみに。こちらの動画火曜日金曜日夜9時に更新しております。このように字幕つけておりますので、字幕ボタンでご利用ください。今日の動画少しでも面白かったという方は高評価、チャンネル登録、コメントでお願いしていただけるとすごく嬉しいです。ドリーズピロリンでした。アンニョーン。